これは AI 効果っていうね AI エフェクトってのがあって面白くてですね、人間の誇りってのがあるわけですよ。計算はかつては実は人間の頭の良さの象徴だったんですけど、かなり初期にやられるようになってもうまあいいかって。囲碁とか将棋とかチェスはですね、次に意外となんか人間の知性の誇りだったんですね。これは人間しかできないだろう。ところが AI がそれができちゃうようになると AI 効果 AI エフェクトっていうのはまたハードルを上げるんですよ。だから意外と今の人工知能との人間との共生っていうのは、人間が知性はこれだっていうハードルをどんどん上げてる。だからチャット GPT で文章を書くっていうのはもはや人間の知性の象徴じゃなくなっちゃったんで、これからはだからもっとなんか思考のある文章とかちょっとひらめきのある文章じゃないと人間の知性じゃないって、どんどん実はね人間の知性のハードルが上がってるんです。ある意味ではですね、人工知能が発達するとどんどん我々は人間らしくというふうに言うためにはより高いところを目指さなくちゃいけないんで、実は僕は AI っていうのはですね、脳にとってのジムのような存在で、 AI に負けないように頑張っていると人間の脳はどんどん進化していくんじゃないのかなと思います。この番組はエイブル、清水建設、 JT の提供でお送りします。Imagination is more important than knowledge. いやすごいね、なんか秘密基地のような宇宙飛行士の山崎直子です。宇宙ビジネスの重要さをお話ししたいと思います。最近思うのが、宇宙ってすごく場だと思うんですね。宇宙産業ってよく言いますけれども、じゃあ何が宇宙産業なのかっていうと本当に幅が広くて、堀井さんなんかもよく言うんですけれども、昔インターネットが出てきた頃とやっぱり似ていますよねと。でインターネットが出てきて何ができるんだろうというところが始まって、でもそれがみんながアクセスできるというようになった時に、メールからいろんなねその SNS からアイデアが生まれてきたと。で宇宙もそんな感じなんですね。今技術が進歩してきていて、で人工衛星もだいぶ身近に小型化して、いろんな宇宙のデータにアクセスしやすくなりました。でそれを使ってじゃあ何をやったらいいんでしょう、いろんな可能性があって、どんなことができるんだろうというのを今試行錯誤している段階です。ただもうGPS などはすでに実用化されて社会のインフラにもなくてはならない存在です。例えばもう証券会社の時刻、全世界共通でないといけないと、そういうデータも GPS の時刻データを使ったりしているんですね。でちなみに余談なんですけれども、人工衛星って秒速8キロとかのスピードで地球の周りを回るので、一般相対性理論の影響を受けまして、1年間に本当 0. 何秒ですけれどもちょっと時間が狂うんですよ。でそれを補正することで、時刻を正確にしたり位置情報を正確にしているんで、だから今当時はね一般相対性理論アインシュタインがこんなことを提唱した時にはこれがもう何になるんだと夢物語みたいなものも今数十年経って技術が追いつくと本当に実用化されていると、そんなところも宇宙ビジネスの面白さかなと思います。なんか宇宙にアクセスできる、あるいは宇宙のデータにアクセスできるようになってくると、地球は一つの球だともう考えざるを得ないわけですよね。でもちろん人為的な国境はあるにしても、やっぱり同じ地球の中の乗組員とせざるを得ないんですね。だからそういう考え方が広がっていくと、もうちょっとその国際協力の価値観は変わってくると思います。で日本も考えてみれば数百年前はもうね東と西で本当に命かけて争ってた時代がありましたよね。でその当時の人から思うと今の世の中考えもつかなかったと思うんです。でそれと同じようなことがきっと地球でも、みんながもうちょっとね民主的な形で話し合って協力し合える時代になってくる、私は信じてます。宇宙に行く前は本当宇宙が自分にとっては特別な場所とずっと思ってたんですけど、いざ行ってみるとそこから見る地球の方がもう広いねもう闇の宇宙の中で地球の方が特別なんですよね。でよくやっぱり地球は宇宙船地球号だとか、地球はやっぱり一つの全球だというのはもう皆さん理解はしている、分かってるはずです。
ただ実際にこの目で特にね地球も生きているかのような輝きを持っていて私たちも生きていてお互い生き物同士が対峙しているような感覚になるとそれが何か本当に感情に働きかけるんですよね。あの時見たこの地球をやっぱり守っていかないといけないなっていうそういう親近感が湧いてくるというのは、私も感じました。今アルテミス計画という国際宇宙ステーションの次の国際協力のプロジェクトがありまして月にまず人が住むようになってその後火星に行こうと。で火星に行く時にはこれ非公式で公式ではないんですけれどもスウェーデンのある学生さんが国旗ではなくってもう地球の旗を持っていきたいよねって考えてくれたんですね。で今国連の旗とかもちろんいろんなね世界の旗はあるんですけれども全ての国が加入できているわけではない全ての人が含まれているものはまだ実はないんですよね。それこそ誰一人取り残さない火星に行く時にはそれを掲げていけたらいいなと思いますね。日頃やっぱり地球ってすごく大きいので地球にやっぱり甘えちゃいますよね。廃棄物出したり排ガス出したりいろいろしてでも宇宙から見ると空気の層があまりに薄くて儚いんだなっていう感じもするんですよね。でせっかく人類これだけね科学技術を進歩させてきていてやっぱり人工衛星で地球を見るとか、人が直接行って地球を宇宙から見るとかセンサーでねもっといろんなデータを取るとか、はやぶさ2の小惑星まで行って砂を持ち帰るとか私たちがその地球の目となって耳となって手足となって物を取ってきて本当に地球と人類とかね一緒にこれから進化していけたらいいんだろうなと思います。あるシンポジウムで2人で暴れました。暴れたというのは、いやちょっと覚えてないんで。あれ？あとそのゆかな仲間ちクリエイターとその愉快な仲間たち。今回もスタジオにお客さんを入れてお送りします。今週のゲストは各所で AI が話題の今人工生命の研究者で東京大学教授の池上隆さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。やりにくいわ今日。本当やりにくいよ。こちら茂木先生。はい、わかりました。もうこういう感じなんですよ。混ぜるな危険と伺ってるんですけれども、お二人はあるところで行われた国際アートシンポジウムで2人で暴れました。暴れたというのは、いやちょっと覚えてないんで。あれ？白切ってますけど、だけどだからなんかちょっと2人がいると両方とも過激なところがもっとさらに強まっちゃうみたいなそういうとこあるよね。はい。同じ学部と同じすごい近いとこか物理学そうですね。出会う前から有名だったんで池上隆っていうのはまずいやばいやつだって。池上隆さんは複雑系人工生命をテーマに生命とは何かを追求する研究を進める一方音楽家や写真家と共同アートプロジェクトに取り組みアーティストとしても国内外で知られています。近年では音楽家の渋谷慶一郎氏や大阪大学の石黒博教授との共同研究としてオペラの舞台にも上がるアンドロイドオルタを開発。物理学者でありながらアートとサイエンスの領域をつなぐメディアアーティスト東京大学大学院教授でいらっしゃいます。普通ね東大の教授っていうと学者さんってイメージだからアーティストでもあるんで、アーティストでもいる。ありがとうございます。池上さんのご専門が A ライフと呼ばれる人工生命。AI と A ライフの違いからまず、AI はその効率化とか最適化一番早く飛ぶ飛行機を作るとか A ライフの場合は最適化じゃなくて別のことを考える。例えば鳥型の飛行機を作ったとするじゃないですか、普通だったら飛んでこんだけどなかなか飛ばないとその気にならないからとか気分機嫌とかも。そうですね。ロサンゼルス行こうと思ってたら急にシドニーに行っちゃったとかでも僕はいいことだと思うのは飛行機、今はそうじゃないけど飛行機落ちるじゃないですか。
でも鳥ってそんなに普通は落ちないんですよね。それは生物っていうのがホメオスタシスって言って自分の生存を一番安定に保つように、生きてりゃいいっていうことですね。人間の脳の中で例えば計算だけをできるだけ早く計算しようとしていくのが、AI 型のコンピューターですよね。脳を見て脳を作る場合には人間の脳を何するかって言ったら時々音楽口ずさんだり寝ちゃったり変なこと言ったりするじゃないですか。でそういうのはできないかってそういうのをやるのがAライフ的脳ってことですね。ここでちょっとね池上隆先生についてのミニ知識なんですけど、AI は何か評価される基準があったらそれを最適化するってことで秀才ですよね。Aライフはそういうのをはみ出していくから天才ですよね。池上隆先生の天才ぶりを表すエピソードなんですけど、小学校の時にあまりにも素行が悪かったんで、机を反対にしてみんなの方を向いて座らされてたという。ひどいですよね。それ隆先生どういうことですか？なんでですか？いやうるさいからしかも黒板の端の方でみんなの方向いて座らされて先生の隣席ってこと小学校何年生の時ですか？6年生が？6年だったの？ひどいよね。俺ずっとそれ1、2年だと思ってた。6年生だったの。6年生でしたね。だからそれが A ライフです。そうですライフですね。それが A ライフですね。 A ライフですね。どう思います？そういう男の子教室にいたら。いやでもやっぱりこう違う空気感出してるから目立つ存在ではありますよね。こっち向いて座確実にってるから人工生命だと死にはしないんですか？それはすごい素晴らしい質問だと思います。いやだから死ぬようなシステムを考えるっていうことの方が大事なんでしょうね。普通にやったら死なないじゃないですか。はい。人間はだからなんでとか生物はなんで死んじゃうのかっていうことの方が結構謎ですよね。今テトラヒメナっていうゾウリムシみたいなやつがいっぱい集まったやつを研究してるんですけど、そいつは無限分裂可能なんですよ。無限分裂可能ってのは死なないっちゃ死なないかもしれないですね。不思議ですね。でも分裂したらどっちかが分裂難しいです。でも意識ってなると分裂した先と分裂元とで次々と難しい質問を繰り出しますがテトラヒメナ無意識とかある場合、僕はあるんじゃないかと思いますけど、でもその後離れた瞬間にやっぱりちょっと差があるじゃないですか、中の原型質とか、あと見てる環境も違うかもしれないから、そういうのが拡大して持ってる意識とかいうのが変わってくるんだと思うんですけども、どうでしょう茂木先生。ね、なんかトラちゃんなかなか研究者向いてるね。だって池上先生でも答えられない。別れちゃったら意識持ったらどっちかが死んだとしたらそれは死んだことになるのかなとかなんか鋭いよね、まさに本質だよねそれ。と思っちゃって。2匹いる時の自分の意識と自分しかいない時の意識っていうのももう変容しちゃうと思うんですよ。その環境が意識を決めてるんであって自分の内部だけで閉じて意識を決定するとは僕は思ってないので、だからそこはいろいろ議論になるところだと思いますけど、なんか面白いよねこういう話ってね。すごく面白いです。ただ僕ね池上さんに聞きたいのは A ライフからアートにつながるってどうしてなのかなっていうのは。それはでも A ライフの場合生命が対象なんで進化っていうのをどうやって理解するかっていうことが当然テーマで、今のところ進化を起こすのは突然変異っていうのが起こって、それの方が優秀だとそれがセレクションされ選択されてどんどん出てくるっていう、突然変異をノイズっていうとするとノイズがかかるといろいろ違うものができて、そのうちからいいものが選ばれてっていうような、大雑把に言うとそんなような方に思われている時にそういうふうにして音楽を作るっていう流れが昔あったんですね、2000年ぐらいで。そのうちの一人のカールセン・ニコライっていう人がそういうことを書いた論文をなんかニューヨークの本屋さんで読んで、それで会いに来てくれた。音楽家の方が直接ご連絡、そうですね、直接ご連絡。で彼らが作った音楽っていうのはだから何拍子とかがあるわけでもないしスコアがあるわけでもなくて、なんかこうプシュプシュとか言っているような音がしてる。坂本龍一さんとか。そうですね。その後カールセンは坂本さんに見出されてすごい世界的に有名な人になりましたけど、来た時にこれが僕の CD だよって言って貸してくれて、でその場でかけたらプスッとか俺これ悪いけどこれ壊れてるからって坂本さんが「いやそれ壊れてないんだよ、それがそうなんだ」とか。そこから音楽とかアート。いやでもそれ聞いても壊れてるような音楽だからちょっとそれやろうとは思わないですよね。でもその後はちょっと茂木と関係があって、なんかソニー CSL、茂木さんが所属してるところがあるんですけども、オープンハウスっていうのやってて、でそこへ見に行って茂木がこう真面目な歌詞発表してるわけですよ。もうこうやってなとか言ってで
真面目そうだったんで蹴りを入れてたら渋谷慶一郎さんがそこにもやっぱ来てて「蹴りを入れてんだけど誰ですか?」とかって言って本当に蹴りを入れてたんですか？まあ、よく入れてよく入れて今なんか何かの比喩かと思いました。ただ僕はやっぱり池上さんがすごいと思うのは常識にとらわれないっていうかどんどん先の方に行こうとするよね。そこは僕は尊敬してるところなんですけど、常識を持ってる人は常識にそうか常識がないのか。なるほど、あれ確かに。なんでああいう次々と変人とコラボするよね。いやそういうつもりは全然ないんだけど、結果としてそうなってるね。あとさっき渋谷君はい。に会って渋谷さんと帰る方向が同じだったんでね、それが結構決定的だったかもね。電車の中で何やってるんですかって話してるうちに家に帰る前にじゃあこのプログラムで音で作ってみるかっていうことになりました。へえ、それで数千個一緒にのサウンドファイルを作って音符で始める必要ないじゃないですか。スコアでこの間空いてますよね。ほらそうですね、 5000個の間このドとレの間、で本当はだから同じドでもバイオリンで弾くかピアノで弾くかによって違うじゃないですか。全部こともあるわけですよね。池上さんがすごいと思うのはそれこそ渋谷慶一郎さんにしても石黒浩さんにしろ山田文さんにしろちょっと一匹狼的っていうかものすごく変わっててこの人どう付き合うんだろうっていう人とどんどん仲良くなるのよ。それすごいなと思うんだよ。そう言われてみればそうかもね。そうだよね。なんでああいう次々と変人とコラボするよね。あれなんでなんですか。いやそういうつもりは全然ないんだけど、結果としてそうなってるね。面白いからじゃないかねやっぱりね。変人が。変人かどうかっていうフィルターの先にこいつ話してて面白いかどうかが先に来るから。向こうもなんか意外とそういう人って警戒心が強かったりするんですね。一匹狼だから。池上とだとなんかうまくやるのよね。池上さんはだからそのクリエイティブの一番重要なところであるコラボっていうところに実はすごくうまい。そうですね、はい。コラボうまいかどうかはよくわかんないですけどね。結構渋谷さんにしてもこの山田文さんにしても喧嘩しますからね。へえ。喧嘩しても仲いいんだよね。喧嘩ってどういう喧嘩ですか？喧嘩どう喧嘩するんですか？そうどう喧嘩する。今の渋谷さんの場合だったらばこういうパターンプログラムで音作るじゃないですか。でこの音すごいいいからとかでやってて「あ俺プログラムミスしてたわ」っつってでさ「いい音でもちょっとやめてほしい」とか言って「いい音だから使う」とか「絶対ダメだからこれ間違ってるからここで作り直させてくれ」とかいうような喧嘩が起こったり。でもそれはまだ優しい方の喧嘩で。逆に僕はコラボしたことって一切ないんだよ今。そうだよね。こいつこそ一匹狼だから。だからコラボ無理な体質なんで、だから池上とコラボしたら初めてかもしれないな。いいじゃないですか。ね、だから今始めてるんですね、競争コレクティブインテリジェンスっていうのね。池上さんはそこで何をしますか。なんかその集団人がでかくなると面白い違うことが起こるっていうんで、アンダーソンが言ったmore is different、たくさん集まると違ったものが量が質に転換するっていうんだけど、例えば自由意志っていうのも集団があるから生まれたんじゃないかとかっていろいろ、死っていう概念、集団になって初めて死っていう概念が生まれたかもしれないし、生物そのものはやっぱりいろんな細胞ができてるじゃないですか。1億個の細胞が例えば、はい、そして初めて死っていうものを獲得できたわけですよね。さっき言ったその単細胞でこう分裂を無限分裂可能なやつっていうのは死を獲得してなくて、ですごい多細胞になった途端に死を獲得してるから、死の獲得と多細胞の関係とかがもっとあったらおもろいなとか。面白い。あとはそう池上研究室って実はね、誰でも知ってるような有名人が出て、成田悠輔とか成田悠輔ね、安倍俊樹もそうだし、あとはスマートニューズってみんなが使ってるかもしれない、会社作った鈴木健。こう見えてなんか若手の育成に実はがうまい。育成したわけじゃないんだけどちなみに成田君はいつも近くにいただけで、それこそ渋谷と音楽作ってて成田君はいつも近くで「じゃあ僕手伝います」とか言って。でもさ、大学の研究生でできる一番のいいことっていうのは場を作ることだよね。だってなんか変なこといろいろやってるっていうようなことを見て、みんなもいろいろ考えるわけで、だっていちいち「いや君ここの行のプログラム間違ってるね、書き直そうね」とかやってるのしょうがないじゃないですか。そんなことはしないですよね。で数式に落ち着くとか、心が落ち着くというふうに。それはだから意味のないものってことですよね。意味を、現実世界に意味を持たない方が幸せじゃないですか。そういう意味なんですね。僕がやってるような音楽、アートにしても音楽にしても、あまり意味をなさないようなものが多いから。例えば抽象絵画見た時によく美術館でこれは
海をよく表してるねとか言ったりしてるじゃない。アホかと思うんですよ。何も表してないから。何かを表してないと落ち着けない人っていうのも結構いて、何も表してないからこそ自由になれることっていうのはあると思いますけどね。生物生命っていうのはどう？だから生命っていうのはもしかすると数学の問題かもしれないじゃないですか。いやわかんないけど、例えばさ、計算というものはさ、1+2は3みたいなやつ、1+2って3だよ。1+2は3の数学の問題って語彙集も解けるし、コンピューターでも解けるし、これ何でやってるかにはよらないってことですよね。1+2は3っていうのは、そう思いません？小指でもできるし。そうですね。生命だと何かの生命っていうのも数学みたいなもんだとしたら、細胞と DNA でも作れるし、プログラムでも作れるし、変な無機反応かなんかでも作れるかもしれないじゃん。だからそういう意味で数学と生命が同じものとしたらば、アタックの仕方として一生懸命細胞と DNA を見るよりも、別の方法があるかもしれないで。なるほど。生命も意味のないものってことですか？そうですよね。そういう意味では。なんか池上さんって村上隆さんアーティストの、博士論文意味の無意味の意味っていうそうだね。意味の無意味の意味。いうタイトルだ。池上隆さんもなんかそういうとこあるんだよね。意味の無意味の意味っていうか、あとカート・ボネガットの小説がすごい好きで、タイタンの幼女とか、なんかああいう素晴らしい。意味と無意味の境界っていうか狭間がすごく好きみたいな感じしますね。で面白かったね。いやめちゃでくちゃ面白い。も僕一番感じたのはトラちゃん研究者向き、質問が鋭い。質問する今日見学してる高校生もなんか激しくうなずいてること。本当ですか？嬉しい。ほら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 。ということで池上さん、視聴者の方と私に向けて一つ課題をいただけないでしょうか？なんかそんなこと言ってましたね。何でもいいんです。じゃあさ、これは生きてるっていうものをなんか生物使わないで作ってほしいんだけど。おー、すごく難しいけれども。俺は1個作ったんだって。有的ね。そうここわかるじゃん。ちょっと説明したなんかすごい素晴らしい面白い話よ。化学反応って普通ビーカーの中でビャーってお答えするじゃない。でももしオレン酸をね、pH11 以上のアルカリ性のところにポンと落とすじゃない。そうするとその周りに油の粒ができて、でその油の粒がそのオレン酸の膜をさ脱ぎながらさ、有滴が動き回るっていうのを前発見して、生き物ってのはさ、自分で動かないと分かんないじゃない。これが生物だって言っても動かないとさ、どうしたらいいか分かんないですよね。でもこれ生命だって言っても誰も生命だとは思わないし、僕もちょっとまだじゃあ動くものを作れってこと？なんかそれでいい？自分で自ら動くもの。これイマジネ大学始まって以来の難しい課題になりましたけど。自分で動くものを作って見せてください。研究者向きだよね。いやもう絶対そう向いてる。ちょっとその気になっちゃいますよ。ちょっとはい、ということで池上さんのお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。クリエイティブは私を大事にする。感情を使って生きるということについて話したいと思います。ちょっとどっちのせいで喧嘩してるんですか？こっちでしょ。あれ？この番組はエイブル、清水建設、技術は愛だ。 JT の提供でお送りしました。ということだ。